皆さんこんにちは。めったにない2人同時のお昼寝なんでビデオを撮りたいと思います。こんにちは。子供が2人昼寝してる間にちょっと、植物の紹介と、1週間くらい経ってるんで、その子たちを上へ変えてあげようと思います。先々週にトロントマーケット、トロントフラワーマーケットっていうのがあったんですけど、起きるかな、あったんですけど、そこで、ちょっとすごい行ったらねもっと大きいのかなと思ったんですけど、小規模のフラワーマーケットで、まあまあ有名ななんかちょっとレアなプラント植物とか取り扱ってる園芸店の人とかが出店していて、そこからちょっといくつかオーダーした植物と買ったのがあるので、それを紹介したいと思います。でその植え替えですね。私は植物買ったらすぐに植え替えないで、家に1週間くらいそのまま、日当たり、ものにもよるんですけど、日当たり、日陰で日当たりのいいとこに1週間くらい環境に慣れさせるっていうために置いてるんですけど、1週間以上経ったんで植え替えしてあげようと思います。ポッティング、土の、ミックスを作ってあげてるんですけど、園芸店で売ってるインドハウスプラント用の土と、あとパーライト、この中にある白いものですよね。軽石みたいな感じな、軽石じゃないか、パーライトはパーライトですかね。パーライトと、あとオーキッドってスズランじゃなくてコチョウランっていうんですかね、用の土を3つを、だいたい全部半々くらいで入れて、それを混ぜてあげて、それで、植え替えをしてます。水はけがねやっぱり良くなるんで、パーライトを特に入れたら水はけが良くなるんで、おすすめします。だいたい私も過去のあれなんですけど、だいたい死なせた植物って水のやりすぎと、やっぱ水はけが悪いんで、水をやりすぎて根っこが腐ってしまったっていうのが原因で枯らしたっていうのがほとんどだと思うんで、ね、土ってやっぱ大事ですよね。なんでそれで植え替えをします。で、紹介しようと思ったのが、1個はもう全部欲しかったものだったんですけど、なかなか園芸店行ってもずっと売り切れてて、やっと見つけたんですよね。これ日本語をちょっと調べてないんですけど、後でビデオのところに書いておきますね。これ英語ではストリング・オブ・ハートっていうんですけど、ストリング・オブ・ハートの中の、ベリゲイテッドって日本語では半入りっていうんですかね。普通だったら緑なんですけど、半入りなんでピンクなんですよね。可愛いですよね。ハートの形で、葉っぱがちょっと分厚い葉っぱなんですけど、でそれがこういう風に伸びていくっていう感じなんですよね。日が当たれば当たるほど色がピンクになるみたいなんですよね。私がフォローしてるカナダ人の YouTuber がいるんですけど、植物大好きなその人がすっごい長いこの半入りじゃないやつなんですけど、すっごい綺麗な長いやつを持ってて、画像ちょっと後でこの辺に映るようにしますけど、そんな感じに育ててね、長くなるまで育てれたらいいなと思って、もう街に望んでた、もうすごい欲しかったやつです。これは結構高かったですね。やっぱり半入りの植物ってちょっと高いみたいで、22ドル、このちっちゃいポットで22ドルでした。
ね、でもずっと欲しかったんですごい嬉しいです。これやっとゲットできたんでね、可愛いですよね。これもちょっと植え替えしたいんで置いときます喉が起こしてしまうこれやってて。でもう一個初めの植物紹介でもう紹介してるんですけど、なんだっけ、マランタっていうプレアープラント、うちの寝室にあったやつですよね。夜になったらこう葉っぱが上がってお祈りしてる、手がお祈りしてるみたいな、それの、ライムレモンっていう色なんですよね。今寝室にあるのは、普通の何ていうかな、ニックネームではラビットフットってうさぎの足跡みたいな印が葉っぱについてるんですけど、これはすっごいくっきりしたライムレモンの色の、ね、模様が葉っぱについててすっごい綺麗ですよね。もうこの色、これとピンクのラインが入ってるのも売ってるんですけど、なんかこっちの方がピンクよりは育てやすいって YouTuber の大好きな YouTuber の方が言ってたんで、私も買ってみたいと思って、でそのトロントマーケット、フラワーマーケットで売ってたんでゲットしましたね。色が本当に綺麗ですよね。これは日当たりがいいところに置くと、日に当たれば当たるほどこの葉っぱの柄が薄くなっていくらしいんで、できるだけちょっと、日当たりが悪いところじゃないんですけど、ちょっと窓際からね、どれくらいっていうか 2,3 メートルくらい離したところに置くのがベストって言ってました。伸びるのも成長するのもすごい早いらしいんでね、楽しみです。これが大きくなるのもね。大きくなったらまた繁殖ビデオとかも作りますね。ここね、買ったんですけど、ここにも新しい芽が生えてますよね。すごい綺麗ですよね。これ超欲しかった。これも欲しかった中の一つですね。最近なんか植物の中でも葉入りがすごい有名っていうか流行流行りだしてて、私も欲しいのあるんですよね。葉入りのモンステラ欲しいんですけど、高くって90ドル、1万円くらいきますかね。やっぱりこのちっちゃいのでも、それクリスマスとバースデーでおねだりしようかなと思ってるんですけどね。葉入りの植物がすごい流行ってるらしいです。でこれですね。これはホヤ属の葉っぱ、ホヤ属の植物っていうんですかね。ホヤのマティルド、ちょっと日本語また書いておきますね。マティルドっていうんですけど、こんなつるからすごい分厚い葉っぱが生えてくる植物なんですけどね、初めそんなに興味なかったんですけど、やっぱりビデオとかいろんなので見ていくと買ってみたいなと思って、花がすごい可愛いんですよね。花咲かせれるようにね育てれたらいいんですけど、こんな感じで分厚いんですよね。これは直射日光じゃないんですけど、やっぱり日当たりのいいところに置いてあげればすごい成長も早くなるみたいですよね。すごい喉が、こんな時に限って喉が絡むみたいな、いろいろ調べたんですけど、水はけがいい土がいいらしいです。完全に乾ききってからいっぱい水をあげるのがおすすめってどこでもそんな風に説明してありました。これもね大きくなればいいですよね。大きくしたいですね。かわいいホヤマティルドっていう葉っぱですね。失礼、むっちゃ喉がこんな時に限ってすいません。でマーケットで買った最後の一つ、これは結構一般的な葉っぱらしいです。私日本であんまり見たことないんですけど、こっちでは結構一般的な植物でフィロデンドラムブラジルっていう葉っぱで、私初めポトスと一緒なのかなと思ったんですけど、ちょっと違うみたいですね。つるになるんですけど、ちょっとフィロデンドラム
ブラジルっていうフィラデンドラムの中のそうブラジルっていう名前の葉っぱなんです。こういうふうに色がすごい葉っぱによってね柄が全然違うっていう、こう真ん中にこう色が入るのが特徴な、ね、黄緑のラインが入るのが特徴みたいなんですけど、ね、葉っぱによって全然違いますよね、ラインの入り方が。これは本当に簡単らしくて、日当たりそんなに良くなくても結構育つらしいんですよね。で結構ジャングル、うちの家ジャングルみたいにしたいんで、これもつるみたいに伸ばしてね、高いところからかけれたらいいなと思って買ってみました。これのあとネオン色、フィラデンドラムのネオンっていうのもあって、それも欲しいんですけどフラワーマーケットにはなかったんで、このブラジルっていうのだけ売ってました。なんで今回ブラジルから買って育てていきたいなと思って買いました。値段言うの忘れましたね。これは10ドルで、忘れてた、これも10ドルでした。でこっちはこのホヤはオンライン、その園芸屋さんがオンラインでも売ってて、オンラインで予約しとけば 10% 引きみたいなキャンペーンしてたんで、13ドルくらいで売ってたんですけど、11ドルくらいだったかな、結局割引とか聞いて11ドルで買えたんで、まあちょっとだけね安くなったって感じですね。でこの4つをマーケットで買ったんですけど、その1週間前にもたまたまなんか園芸店見かけたところねふらついてたら欲しかったのが1個あって、これもちょっと上にかかってるんですけど、このね見えますかね、映ってます？これね、これはスパイダープラントのボニースパイダープラントって言って、これも結構一般的な植物なんですよね。普通のスパイダープラントっていうのはこれほどカーリーな葉っぱがカーリーじゃないんですけど、ボニーのスパイダープラントはすごい葉っぱがくるくる回っててね、すごい可愛いですよね。これが伸びていくと育っていくと赤ちゃんっていうか子供の葉っぱがすごい飛んでくる生えてくるんですけど、それが雲に見えるんですよね。結構雲に見えるんで、多分スパイダープラントっていうあだ名がついたんだと思うんですけど、これも欲しかったやついろいろ探してどこもやっぱね売ってなかったんで、やっと手に入れた感じです。この子はまだちょっと植え替えずにそのままあそこに置いとこうかなと思ってるんですけどね、結構増えてきました。あとは名前忘れちゃった。これは今日土買いに行った時にレジに置いてて可愛いなと思って、マミハリアエレガンズっていうサボテンですかね。すごいちっちゃいサボテンなんですね。今までサボテンずっと枯らしてて、フェロカクタスっていうサボテンが初めてあそこまで結構成長できてるサボテンなんで、ちょっともう一個サボテン増やしてみようかなと思ってこの子を買ってみました。やっぱりね日当たりがいいところね好みますよね。砂漠とかああいう乾燥したところに住んでるんでね、日当たりがいいところに置いてるとすごい大きくなります。今まで多分会社のデスクとかに置いてたんで、日陰っていうか全然直射日光が当たってなかったんで全部死んじゃった感じだったんで、ね、やっぱり日光って大事なんですよね、サボテンは。でこの子たちを植え替えしたいんですけど、どれを入れようかなってすごい悩んでて、なんかホヤはこのホヤは水が大事なんでテラコッタに植えてあげた方がいいらしいですよね。いいっておすすめって書いてたんで、なんかに書いてたんでテラコッタに入れてあげようと思うんですけど、残りどれ入れようかな、めっちゃ悩む。どうしようかなね。あとさっきビデオ撮る前に植え替えてたんですけど、これ
友達にお裾分けしようと思ってプロパゲートしてた、ね、多分ビデオ1回目か2回目くらいに紹介した水の中に植えてたやつ、もう4週間くらい経ったんですけど、根っこがすっごいいっぱい生えたんで見せて植え替えたらよかったんですけど、すっかり忘れてしまってて、ね、根っこがすごい生えたんで植え替えてあげました。これ友達にあげようと思います、ね、育つの早いです。うちの植物全部窓が多分東このビルなんかちょっと円形になってるんで東南向きなんですごい日が当たって、ね、植物にはすごいいい環境なんですよね。なのでじゃあホヤをとりあえず植え替えようかな。なんかすごい根っこがなんていうんですかね、日本語も英語もわかんない、これ何やろ、藻みたいなもんに包まれてたんです。多分それで繁殖してたんやと思うんですけど、根っこがむっちゃ絡んでるんですよね。でもあんまり多分いじったら根っこが切れそうなんで、このまんま植えたいと思います。ちょっとほぐしてあげて、若干下ほぐしてあげて、これでね、誰かのビデオでこの子もあんまりなんか植え替え頻繁にするの好きじゃないらしいんで、あんまりなんかいじりたくないんですよね。ここだけでこのまま植えます。こんな感じかな、ね、このもう腐らんかったらいいんですけど大丈夫かな、ちょっと心配。これもし分かる人いた思ったら教えてください。もし全部外した方がいいって言うんやったらちょっと頑張るんで、とりあえずねこんな感じで植え替えました。テラコッタ可愛いですね。昔はなんかテラコッタの壺ってあんま可愛いと思わなかったんですけど、こう見たら全然可愛い。緑とねいい色の対象ですごい綺麗できました。私は置いてあげようかな。マランタのライムはこれに植えます。可愛いですよね。これウォーマートで10ドルくらいだったんで、まあ安いかな。なんか植木じゃないわ。植木？日本語が合ってんのかわからん。なんかもう感覚がもう日本語話さんくなって、もともと日本におる時もそんなに日本語話す環境になかったんですけど、なんか最近全然話さんくなって余計になんか合ってんのかがもう自分の言葉使ってる単語が合ってんのかがわからんくなってきました。植木鉢か、植木鉢で植木鉢はウォーマートが結構一番安いかな。IKEAとウォーマートがやっぱり安いですかね。IKEAのでもね穴が開いてないんで自分で開けるんですけど、めんどくさくなってきて、穴開けるビデオも撮りましょうね今度。多分あれなんでこうやってちょっと押し込んであげて、なんかこっちはカナダっていうかカナダは結構植物好きな人がねいっぱいいて、植物のスワップ、植物交換とかのイベントとかがあって、自分が育てて繁殖した植物を、イベント会場に持ってって自分がなんか欲しい植物持ってきた人と交換するっていうイベントとかがあるんですよね。まだ行ったことないんですけど YouTube とか見てたら結構あるんで、カナダにもトロントにもあるみたいなんで、ぜひそういうのにも参加したいなって思ってるんですけど、まだちょっとそんなに繁殖してる
交換できる植物がまだないんでね、大きくなったものがあったら繁殖していきたいな。ね、そんなんで友達作ったり、ね、できてもいいですよね。子供おったらやっぱりちょっと出会いっていうか、ね、ママ友とかはできるんですけど、やっぱ自分の趣味とかの、ね、友達とかってやっぱね欲しいんで、そういうところで友達とか作れてもいいなと思うんですけどね。なかなか子供おったらやっぱ難しいですね。よいしょ。はい、マランタ、この植木鉢に植えてあげましたね。早く大きくなってほしい。よし、マランタも私の後ろに置いてあげよう。私の隅っこ、部屋の隅っこでいつも植えてるんですけど、ベランダ、ちょっと殺風景なベランダ映ってますか。よいしょ。ラストじゃないな、あと2つあるけど、とりあえずこの子植えます。この子はこれですね。今まであんまり穴開いてる植木鉢とかそんな気にしてなかったんですけど、水やりはやっぱり大事なんで、上げすぎるとね、水が溜まって穴開いてない植木鉢とか使う時は、ね、水やり大事なんで、上げすぎて水が溜まって根腐りとかよくするんでね、やっぱりこういう穴開いてない時はこういうプラスチックのものをに植えてあげてはめて使うってね、やった方がいいと思います。根腐れの原因になるんで。1個ね、穴開いてないやつでパイリアペパロミオイド、金のなる木でしたっけ、チャイニーズマニープラントって植えてるんですけど、ちょっと心配なんで、誰も1回出して植木鉢に穴開けてもう1回もう一回植え直そうかなと思ってるんですよ。この子も完了ですね。綺麗ですよね、これ葉っぱの色が。はい、はい、完了。この子も完了。さて、ラスにやけど植え替える、あれ、私全部植木鉢持ってると思ったんですけどなかった。あれ、なんでやろ、数が足りへん。数が足りないんで植木鉢また買いに行かないといけなくなりました。なんで今日はこのストリングス・オブ・ハーツバリゲイテッド半入りのこの子とサボテンはもうちょっと待ってから植え替えしたいと思いますね。こんなダラダラなビデオですいませんって感じなんですけどもしね、それでも見ていただければぜひサブスクライブしてください。次ね、またどんなビデオしようかな。なんか育て方ですよね、育て方ねのビデオとかもやりたいと思うんで、あとポットにドリルで穴を開ける方法とかですかね、そういうのもやりたいと思います。あとなんかこういうのもやってくださいっていう意見とかあればぜひコメントに残してください。ありがとうございました。ではでは、バイバイ。